時間だったかな。はい。こっちか。それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドルです。よろしくお願いします。ちょっと、自分の、あれが、いきなりおかしいので、これをちょっとこの後にするか。こんな感じでいいかな。はい。清水さんどうも、こんばんよろしくお願いします。今日は、音声が鳴ってません。もうほんと気まぐれですね。わかんない。もうマジで出たり出なかったりこのアプリするので、音が。ほんとよくわからないです。すいません。今ブー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 鳴ってますね。11時にアラートがいくつか鳴っております。また、はい。このアラートについてもね、解説をね、していきたいなと思います。音もいいかなこれでね。はい。はい。昨日なんですけども、ちょっとまたいつも雑談ですいません。30年ぶりくらいかな。長野市の方の、僕の大学というかね、信州大学の教育学部なんですけども、ちょっと遊びに行ってきました。で、自分のところからですね、長野市っていうのが、300キロもあって結構遠かったですね。あんまり測ったことなかったので、そんなに当時大学行ってた時も実家に、1年に1回ぐらいは帰ったんですけど、なかなかね、行けるところじゃなかったんですけど。本当ですか ?BGM 小さい？ちょっと待ってくださいね。これくらいでいきますか。はい。ちょっと大きめにしてみました。すいません。いつもありがとうございます。はい。それでこのこれ僕の車なんですけども昨日ね、休みだったので、大学の方はちらっと雰囲気だけこういうね、学食とかね、行ってみました。安いですね。懐かしい方。本当にカレーライスが300円なんですよ。うん。当時30年前でも学食が300円とかだったと思うので、もしかしたらここの学食、当時と値段があんまり変わってないかなぁと思うぐらいですね。はい。やっぱ学生の方はね、みんな安く済ませたり。で、ちょっとコミュニティの方にも書いたんですけども、ありがとうございます。いつもありがとうございます。で、この車の下のところにこの片焼きそばがあるんですけど、これこうやってやると見えるのかな？こうやってやると大きくできるんだ。はい。これがですね、井村屋っていうところで、30年前でもずっと食べてたっていうか。お花さんどうもよろしくお願いします。すいません、今日は音声がなんか出ないみたいです。ちょっとよくわからないです。この音声システムが出たり出なかったりで。はい。すいません、また拾っていきますのでね。話聞いてください。またなんか本当あれば、人にお話ししてくださいね。人にって言い方変ですけど。はい。で、この、井村屋っていうところの片焼きそばがもうずっと好きで、本当変な話、ちょっと友人にもちょっと会えたんですけども、それよりもなんかこの片焼きそばを食べに行きたかったっていうか、懐かしい味で、もうね、ほんとこのあんかけがね、甘かったっすね。僕若かったからこんな甘いの食べてたのかなと思ったぐらい。で、この片焼きそばの隣にすぐね、なんていうのかな、お酢というか酢のボトルみたいのがあって、酢とからしが混ざったようなボトルがあるんですよ。で、それで甘さを調節してっていう形なんですけどね。うん。で、ここ食べた時感無量でしたね。僕、行きは下道でね、朝6時ぐらいに出て、お昼に着いたっていう形で、6時間。でも山道だったので、
国道19号っていうね、結構、名古屋から出てる道なんですけど、で、まあ僕はこの青いプリウス乗って、こう、行ってるわけなんですが、で、このアパート、当時住んでたアパートがあってですね、まあ人がまだ入ってたので、さすがにちょっと、見えますかねなんですけど、こう、本当にね、オンボロアパートでしたね。はい、昭和の、当時ね、そう、3年生の時に、2年生の時には一人暮らししてて、で、まあ、3年生になったら、まあ、友達と、まあ、一緒に住むかってルームシェアじゃないんですけど、2人で、2部屋で住んでたり、2年間ぐらいしてましたね。まさかまだあると思わなかったですけど、当時いくらだったかな4万5千円ぐらいだったかな。これでも、2部屋で6畳6畳ぐらいだったんですけどね。はい。ちょっと中入れなかったので、まあ、記念にと思って、この2階のね、201号室で、住んでましたね。まあ、そいつ、今、何してるんですかね。全然会ってないので、また連絡取りたいなと。結構近くに住んでる。高校も近いとこだったので、で、まあ、大学一緒になって、まあ、大学卒業してからね、なかなか、こう、会えなかったですけどね。まあ、とにかく、いい時間を昨日は過ごさせてもらいました。はい。ということで、今日のね、ちょっと話と全然違いますけども、またね、お盆に、前もちょっとしめじさんとかも話したかもしれないですけど、東北の方をちょっと行こうかなって思ってます。昨日ちょうど1日空いたので行けたんですけど、まあ、多分お盆の8月の11、12の週、このあたり、東北の方をね、ちょっと旅をしていこうかなって思っております。まあ、その時ちょっと24時間ライブやるかわからないですけど、とりあえずは、機会が回ればね、まあ、回していきたいなと思うんですけど、1日ぐらい経つとね、どうしても機械がね、調子悪くなったりするので、まあ今ちょっと考えたいなと思ってます。はい。どうしようかな。これいいか。これいいや。また、話しますね。はい。実はですね、もう一個今日ちょっと話があって、皆さんはどうでしょうか。明日僕実は健康診断があって、ちょっとまあ今まで厚生年金っていうかサラリーマンとして働いてた時代は、やっぱり厚生年金と、まあ健康保険とかも会社でこう、健康診断って大体ほぼ強制的にやるじゃないですか。で、まあ僕は一応非常勤講師という形になって、基本こういろんなことやること、自営業になってから、まあ国民保険になって、から健康保険も国民保険じゃなんだっけ、健康保険も個人でね、やるようになって、やっぱりね、若かったので、なかなかこの健康診断も通知は毎年来てたんですけど、まあ、ちょっと放置っていうかしてたんですよ。うん。特に悪いとこねえなと思って。でもこの、誕生日迎えて、やっぱちょっとやらなきゃいけないなと思って、で、明日、初めてですね、がん検診を受けようかなと思ってます。そうですね、国保ですね。皆さんは、健康診断とか受けてます？まあ、会社勤めの方は受けてますよね。はい。僕は今回、がん検診をもうせっかくだから、胃がんと肺がんと前立腺がんと大腸がんかな ?4 つあったと思うんですけど、この検査をしようかなと思ってます。当然血液検査もやるんですけど、それでですね、もう多分記憶にないんですけど、バリウムをちょっと飲むことになりまして、なので、これ書いたのが、今日、夕食食べてないんですよ。はい。
この夜9時以降は絶食することが基本になりますって書いてあったので、まあなんか病院の方もちょっと言ってたんですけど、はい。なので、今、コーヒーは飲んでいいのかな？なので一応コーヒーは飲んでいるんですけど、今日ご飯結局夕方5時ぐらいにちょっと食べたぐらいで全然食べてないので、どうなのかなと思ってるんですけど、まあ今日これで寝れるのかなと。明日朝9時なので。はい。あ、そうですよね。やっぱり。バリウムだけじゃなくて、なんかこう、なんだ心電図とか取ったりするのもそうですし、血液検査も多分すると、血糖値が上がったりすると、なんて言うんでしょう。ちゃんとした数値が測れないですよね、きっと。久しぶりっていうかもう本当に僕も記憶がないぐらいです。はい。明日朝一で行ってこようかなと思っております。まあ午前中、はい。行って、で、多分、なんかちょっと汚い話だけど、うんちとかも、なんか袋もらってきて、後日提出するとか、あとなんかあったなぁ。なんか、2つぐらい取ってこいって言われた気がします。全部細かくが分かってなくていけないですけど、とりあえず行って、なんとかね、してこようかなと思っております。一回やって、まあ多分血液検査でみんな例えば高血圧とか、このあたりは引っかかってくるかなと思うんですけど、これはまあ、チェックでしょうがないと思うので。で、これ、どうなんですかね。今はこう、チェックした方がいいですけど、毎年やった方がいいんですかね。あ、そうだお花さんありがとうございます。そうですね。便と尿ですね。そうだ。尿だ。便と尿。そうです、そうです。はい。全く疎くて本当にダメですね。はい。健康のこととかは結構気にはしてるつもりだったが、この健康診断に関してはね、本当にわかんないっていうか、またね、結果とかが出てきてね、多分血液検査とかでこういうと引っかかってくると思うんだね。はい。注意していきたいなと思っております。はい。ということで、今はちょっとお腹ペコペコの状態で、放送してますということですね。はい。すいません。それではですね、今日のお題というか、まあ、いろいろやっていきたいと思うんですけども、まず、今日の本題は、決算シーズンが迎えているということで、アメリカの決算をこれからスタートするので、まあ、いろんなプログラムをね、お伝えしていこうかなと思っております。それから、今日の相場と、それから今日の、アラートが鳴ったやつのね、解説もしていきたいなと思っております。それで、ちょっとこう、まあ相談なんですけども、アナさんとかシミディさんとか皆さん来ていただいて、ライブ、長くないです？そんなことないです。なんかね、最近ちょっと思ってて、1時間半とか長い気がするんですけど、どうですかね？僕的には1時間ぐらいでキュッとまとめてもいいなと思ってきたりとか、最近してて、これ雑談少なくすればいいかもしれないですけどね。またご意見いただけたらと思います。それならそれでこうキュッとやってもいいと思うし、なんかね、すごい、ライブ皆さん、やってらっしゃる方、あ、そうですよね。1時間ぐらいでいいかもしれないですよね。しめじさんとかもよく見てくださってるので、僕もね、なんかそんな風にちょっと感じていますね。びっくりサンクス。そう思います。あ、そうですか。ね。そうしましょうか。ね、もう、だからなんか12時で終わってもいい気がしてきました、最近。っていうのは、あと、24時間ライブをちょっとすることによって、自分が今まで結構こう、あの銘柄はあの銘柄って解説してたものが、こう、チャートを出したり、アラートを出したことによって、まあ、いつでもこう見れるときに、こうしてもいいかななんて、まあ、24時間ライブもね、あるのでっていうことも、ちょっと理由ですね。はい。はい。
ありがとうございます。じゃあ今日からちょっと12時になったら、適当に終わるような感じで行きたいなと。たまにね、12時以降に来る人がいたんですけど、ちょっとね、サラさんとかもね、アメリカの方なので、多分12時以降に来るかもしれないんですけど、でもやっぱね、これはこれで、生ライブの方は1時間という形でやれればいいかななんて思いました。ありがとうございます。はい。じゃあ、そんな感じで、12時を目安にね、行きたいなと思います。ありがとうございます。それではですね、今日のまず相場のアラートが鳴ったので、ちょっとアラートの確認をしていきたいなと思います。まずね、ちょっとごめんなさい。これで、はい。チャートの方を出してきますね。11時になったのがですね、S&P500 が上昇トレンドが出ました。チャートの方1時間足にちょっと直します。はい。11時の時点で上昇トレンドが出ました。ですね。はい。まずここ。それからダウも11時に、上昇トレンドが出ました。今このバイっていうところですね。あ、強いですね、陽線が。ダウも出ました。それから、直近でオイル、US オイル、原油が、バイシグナルが出ました。あ、面白いですね。今、ちょうど、11時から、買いのシグナルが出ました。ここですね。はい、ここです。今、シグナルのとこだけ確認してます。それから、オイルもう一個、北海原油の方も、1時間足でバイシグナルが出ました。ここですね。はい。本当ですね。ずっと下がってましたもんね。ここ1日。でも、違うわ。ここから先週下がってたんだ。先週下がってて、これ面白いですね。ちょっと、逆三尊のような形に見えますね。1時間足で。見えますかね？この、形。はい。金曜日の夜ですね。はい。から、バーンと下がりましたもんね。しのめさんどうしてるかな、ここ。ここで買ってんのかな。はい。ということで、原油が今、また上昇トレンドに来ていますが、いや、でもね、ちょっとまだ、この上昇トレンドは、わからないです。っていうのは、105をつけてるので、ブレイクしないんじゃないか。ここすごい強いですね。106.9? このあたりが強いので、今 105.5 なので、もしかするとこの今の上昇トレンドはトレンド転換というより、一時期107までは上がるかもしれないっていうところかもしれないですね、今。強いものじゃないかもしれないです。はい。ぶち抜いてくるかちょっとわかんないですね、これは。はい。そんなとこです。お花さんいっぱい出してますね。I think so です。ありがとうございます。はい。次にですね、ちょっと今、携帯の上、流しますね。コーンが、これスクロールできるようになってます。知ってましたっけ？スクロールできてます。なんか無料のやつが手になる。普段はここの24時間チャートは無料のを使ってるんですけど、トレーディングビューを。他のチャンネルのとこは有料のやつを使ってるので、画面が出せたりしてるんですけど、これでちょっと確認だけしてます。コーン行きましょう。10時半の相場がスタートしてからコーンが
これはですね、1時間足で下落トレンドを示しているようですが、いや、これは下落トレンドでもちょっと怪しいぞ。一応シグナルは下落トレンド、ベアシグナルは出てますけども、ちょうど今、ここは見た方が、短期足で見た方がいい状態ですね。はい。はい。これまだ下がるかわからないです。シグナルは出てますけど、こういうことですね。はい。あとは、10時に SP500 と US30 出てますけど、これもブルシグナルですので、はい。あと目立ったところは、今日もうみんなブルですね、これ。そうですね。あと、8時に天然ガスが出てるので、天然ガスだけちょっと確認します。天然ガスの1時間足が午後8時に、ベアが出てます。下げですね。ここですね。はい。このベアが出てるんですが、かなり上げてきて、ここで転換しているかどうかですね。このシグナルはいいかもしれません。そうですね。この、8時の天然ガスのベアのシグナルは面白いかもしれませんね。売りでも面白いかもしれません。ちょっと今、下がり止まってますけども、でも十分この上がり幅を見て分析はできると思います。はい。はい。あと珍しいものですね。イーサリアムが8時にブルが出てますけど、これ皆さん仮想通貨最近見てます？これイーサリアムなんですけど、ここ最近ボトムを、これ1時間足ですけども、ずっと上昇トレンドに転じてきてます。はい。これブルシグナルが8時に出てるんですけど、イーサリアムが。ここですけど、もうずっと、1日2日、いや、もっとだな。冷やしにしますね。そうですね。7月13日を拠点に、ボトムをつけてるような動きはしてます。これ冷やしですね。イーサリアムの。久々仮想通貨のこんな話してますけど。かなりここ強い抵抗だったんでしょうか。1000のあたりね。1000ドルのあたり。今ちょっとボトムみたいな。で、去年の、僕覚えてるんですけど、イーサリアムも7月19日に底値をつけたです。去年の今、ちょうど今日ですね。本当に1年前、ちょうどこんな感じでしたね。ここからイーサリアムはたまたま去年は覚えてたのは、2.0 っていうフェーズがあったんですけど、このアップデートをするっていうことで、ここから上がっていきました。ちょっと今回のファンダメンタルよくわかってないですけど、底打った感も見えるような形状をしています。はい。今ちょっと、久々イーサの話をしました。はい。今、そうですね。これぐらいですね。で、アラートの方は、また解説をこうやって、していけたらなと思います。で、こちらの方の画面では、なかなか長期の足ですので、ぜひね、ちょっと英語のバージョンですけど、他のチャンネルを見ていただいて、ライブのとこでね、1時間足、5分足とありますので、もし、トレードされるようであれば、そこをちょっと見て、短期足とか見てね、トレードされてもいいんではないかなと思っております。で、あともうちょっとバージョンを変えて、今、もっと、なんていうかな、より詳しく、より見やすく、なんかわかりやすくできるチャートも考えていきたいなと思います。徐々にアップデートもね、今考えておりますので、また、24時間ライブとかでも、変わったことがあればね、お伝えしていきたいなと思っております。はい。
それでは、アラートの方は今こんな感じで1時間足は出ています。ほとんどブル相場ということがわかりますね。はい。それでは、今日の相場の方の確認をしていきます。1時間経ったですね。確か昨日も、アメリカ相場は良かったと思います。今日も続伸してますかね。今日ちょっとかなりいいですね。ナスダックが 1.28 ってことで 11,500 まで来ました。はい。半導体も 2.6 ということでいい形になっておりますね、これ。はい。SP500 も 1.44 で久しぶり。この先物のチャートも見えますかね。ね、ちょっとカップイズハンドルじゃないですけど、これ日足で、今ここの3900を超えたら面白いですけど、できれば今日いきなり超えてほしくないですね。あんまり急な形でチャートが上がると、なんていうのかな、FX やってる人たちのショートカバー的な動き、だから本当にこう、底堅い動きでは見えないから、ただ FX の方がこう、売り買いしてる中でこう、ね、ショートカバーで上がっちゃったりとかするようなんだと面白くないので、まあ、本当はちょっと僕ら的にはここぐらいで止まってほしいというかと思いますけどね。はい。で、それを示すものとでもこのラッセル2000が 2.55 上がってるってことは、これいいことですね。小型株がこれだけ上がってきているっていうことは、買いが入っている可能性はあります。はい。それから、気になる、この2年債と10年債ですけども、2年債が 3.158、10年債が 3.01、ちょっと10年債がキュッと上がってきてるのは珍しい。でも、いいことだと、株をやってる方にはいいことだと思いますけどね。この長期金利が上がることはね。逆にこの、2年債とか短期金利が上がっちゃう方が、まあ株をやってる方とかは、あんまり良くないっていうか、と思います。で、この10年債の方が、まだ、でもこれまだ逆イールドしてるっていうか、こっちの方が2年債の方が金利が高いので、はい。ここがね、ほんと逆転してるっていうのを逆イールドっていうんですけども、10年債が 3.02 ということで、ここがもっと上がって、この2年債の 3.2 とかぐらいになってくると面白いですけどね。はい。本当にまだインフレはまだ終わらないと思いますけどね。はい。はい。こっちの30年債かなり上がってますね。長期金利がこんだけ上がってるのは面白いですね。はい。はい。それでは、ビックスも下がってきた。久しぶりにビックス24まで来ましたね。24はいいと思います。安心していますね。はい。それでは、世界の株価の方も見ていきましょう。ちょっとね、今インターネットが重たいかもしれないです。はい。アメリカの方はこんな感じで、中国は変わらずでした。反戦指数ちょっと落としてますけど、26,600ですね。最近このあたりうろうろしてますね。香港は。はい。それからヨーロッパ。ちょっとヨーロッパが変な動きをしてますね。これ、アメリカの市場と合わせてかな。ドイツとフランス、イギリスもそうですけど、アメリカ市場がスタートしてから急に上がってますね。これはアメリカ市場影響を受けてると思います。見ていただくと。っていうか、まだドイツ 13,200 なので、上がってると言っても全然まだまだこれからって感じですけどね。逆にイギリスの方がいい上がり方はしてますね。今、7,300 までは行きましたね。ユーロが 3,500 ですけどね。
ちょっとね、上がり方が急すぎますよね、これ。なんか、ヨーロッパのファンダメンタルがなんかあったかな。いや、今日特に主だって聞いてないですけどね。はい。ちょっとアメリカ市場に受けてる気はしますね、この動きは。それから東南アジアの方は変わらずです。そんなに動いてません。インドも動いてませんが、少しずつ登ってきている動きはしてます。16,300 ですね。はい。それから、主だったところは、そうですね。最近サウジアラビアいいですね。私たちはちょっとサウジアラビアの株なかなか買えないので、サウジって確か、国で保有するような形ですよね。で、あれですよね。確かアップルがこの間時価総額でサウジアラムコでしたっけ？負けましたよね。サウジアラビアのトップ、サウジアラムコだと思うんですけど、ここが世界1位の時価総額になって、アップルが2位になったと思いますね。はい。アップルずっとちょっと調子悪くって、最近ちょっとアップルのニュースもあんまりいいニュース聞かないですね。はい。決算どうなるかなと思うんですけどね。はい。ということで、世界の動きはこんな感じです。それでは、コモディティちょっと見てみます。はい。コモディティですけども、ゴールドが、1700の前半でうろうろしてきてます。最近ちょっと株の方の動きが少しいい形にもなっていて、ゴールドが静かにちょっとずつ落としてきて、元に戻ったというか、有事の金じゃなくなってきたような動きをしています。1710ですね。からシルバーが、そうですね、底堅いっていうか18のあたりでずっといますね。このあたりで。だいぶ安いですけどね、シルバーは。という動きです。プラチナとパラジウムがちょっといい動きをしています。はい。それから銅は、シルバー同様安い位置をいってます。シルバーと今銅がちょっと動きが近いですね。はい。それから原油、さっきちょっと説明しましたけど、一回ここを週末ボーンと落としてボトムみたいな形をして、今日ね、上がってきています。また戻したっていう感じですね。はい。多分なんか、供給の関係で週末なんかあったと思うんですけど、ちょっとファンダメンタルをここ詳しく見てません。天然ガスもドーンと落として、原油と同様、今ボトムつけて、登ってきている状態になっています。ガソリンもそうですね。はい。ソフトコモディティですけども、下落トレンドが続いていますね。はい。これはもしかしていいことじゃないかなと思います。やっぱり、これ皆さんも言ってるかもしれないんですけど、コモディティの、このソフトコモディティの下落っていうのは、やっぱりインフレ、アメリカのね、インフレの抑制につながってくると思うんですよ。その原油と、この大豆コーンとか小麦とかの価格が下がっていくことは、インフレが収まらないととにかく金利が上がってきちゃうと株もね、なかなか上がってきませんのでね、ここがどんどん下がってくることで、いい形になってくるといいですよね。はい。コモディティ中心にやってる方は、今ね、しばらくショート目線かもしれませんけどね。はい。ショートで検討してもいいかなと思います。トレンドがね、やっとこの間出始めて、下落トレンドに、ね、なってきましたのでね。はい。ベアで見ていくといいかもしれません。コーヒーが上がってコーヒーすごいですね、これ。なんだこれ。9.53? これすごいな。なかなかないですね。ちょっとずっと下がってきたんですけど、ここでギュッと上がりましたね。はい。これ珍しいです。という形ですね。はい。最後に、仮想通貨いきます。さっきイーサリアムの話はしていたんですが、アルトコインがちょっと戻してますね。このイーサリアムクラシックとかちょっと大きめに上がってますけど、ちょっとこういう上がり方、ちょっとネムとか不気味ですね。これなんかもう、これのネムは買ってる人っていうよりもショートカバーでしょうね。だいぶこんだけ動きされると、
きりロスカット合ってる人が多いんじゃないかな。エンジンも。そうですね。はい。ビットコインは、2万ドルは脱出してる感じはしています。2万4000とかこのあたりにいるのかな ?2 万3000から4000ですね。はい。まあ、ちょっとこの、決算とかアメリカの、やっぱり、株の動きで、ビットコイン、イーサリアムも変わってくる気がしますね。はい。という動きになってます。今日はみんなブル相場になってますね。はい。それでは、S&P500 のヒートマップを見てみましょう。セクター別です。ちょっとこれ、どんな感じでしょう。ワンデイになってるな。あ、いいのか、今日の。あ、これ出てますね。今日の1時間経過したところの久々ですね。こんだけブワーっと綺麗なのは。あ、IBM が 6.88 落ちてます。これ、ちょっといいですか？決算じゃないかな？見ますね。IBM。えらい目立ってますね。IBM って2番だっけ？パッと出せなくてすいません。これか。ちょっと今4時間足で IBM を出しています。あ、決算違うな。決算が終わっ、何これ？ちょっとごめんなさいね。遅くって。なんで出てこない？あれ？なんで出てこないのこれ。ちょっとこれが出てきません。決算が18日に終わって、昨日終わって、あ、今頃出てきた。出てきた。あれ、オールクリア。売上も、収益もいい。あ、次の、ガイダンスかなんかが悪いのかな？次の見込みがちょっと悪いですね。くらいでなんでこんだけ落とすの？ということで、今パッと見た感じは決算はクリアしてたんですけど、何か次にまつわることで、悪いことがあったんですかね。パーンと落としてますね。いやー、これあんまりよろしくないな。IBM でこんだけ落としちゃうんだ。先行指数じゃないですけどね。ちょっと気になりますね。これ他のとこが上がってるだけで、決算で 6% 落としてますもんね。IBM が。ちょっと気になる数字ですね、これ。はい。あと、サービスナウがマイナス 1.43、テスラが 0.7。他はね、多分、プラスですね。はい。と思います。あ、そうそう、ちょっとユナイテッドヘルスが決算終わってたみたいですね。ちょっと見ていいですか。ユナイテッドヘルスは良かったと思います、確か。もう決算いくつか始まってますもんね、銀行系か何かは。はい。これですね。ユナイテッドヘルス。プラス、決算もクリアしています。売上も収益もクリア。あ、次の収益予想も安定していいですね。オールクリアな感じです。で、決算がここで終わって、点線のところね。で、ちょっと落としてますけど、また戻しました。安定してますね。ここですね。見えますかね。これ、冷やしの方がいいのか。ちょっと冷やしに出しますね。4時間足より、冷やしの方が。すいません。こうですね。冷やし。はい。こんな感じですね。決算終わった1回ちょっと売られた戻したので、これは別にいい形だと思います。はい。ヘルスケアのユナイテッドヘルスは、まあ、成功と思います。これぐらい落ち着いている決算が続けば、結構ナスダックも
SP500 もいいかなと思います。はい。さっきみたいな IBM みたいなやつがポーンとあると、なぁと思っちゃいますけどね。まあ 6% なのでまだあれですけどね。はい。それでは、今、決算も含めてチラチラとお話しましたけども、明日から、まあ、ネットフリックス皮切りね、本格的に決算があるので、この決算の紹介もね、していきたいなと思います。どこから行こう。どっから行こうかな。ここから行くか。はい。これが、今日は僕は喋ってきますね。アブタンさんが出ている、今日の夜出てきた新聞というか市場ニュースですね。米国の、決算が本格突入。まあ、低迷のナスダックは輝きを取り戻せるかということの記事になります。まあ、皆さんもご存知だと思うんですけども、もう今ここずっとインフレが来ていて、で、このインフレが加速しているものが落ち着いてきたのかなっていう今状態な気はしてますよね。はい。まあ、例えばさっき言ったようにコモディティの価格が下がってきたりっていうのも要因であるし、それから金利も2年債とかの金利も 3.2 のあたり、このあたりで今ずっとまあ推移しているとか、こう変動がそんなに来ていない。まあ、FOMC のまたね、お話があるときに 0.75 ポイントっていう話も出ているんですが、でも急激なね、インフレ抑制っていう形よりも、まあ少しずつどうかなというふうになっております。ただ、もう1月から下がってきていて、もう7ヶ月経ってるので、まあまあ長いリセッション入りっていう話もね、出ているんですけども、今回のこの、決算シーズンにこれ突入して、まあじゃあナスダックとかはどうなっていくかなっていうのが、まあ期待もしている方もいるというふうになっております。で、またこの米国のそのガソリンの価格とかもどうなのかなっていう話は出てますね。はい。やっぱ原油も下がってくるとまた違うのかなと。はい。先週末のこの動きをちょっとここでは説明していますけども、実はここ最近は7月に入ってナスダックもちょっと戻してきてる感じだっていうことですね。はい。それから、まあ、ここの方はいいな。0.75 の利上げの話も出てましたもんね。はい。で、あとちょっと気になっていることが、このハイテクの女王 ETF に資金が舞い戻り始めると。これ何かっていうと、僕も一回だけ紹介したんですけど、キャシー・ウッドさんっていう女性の方が、CEO のアークインベストメントマネージメント ARK ですね。はい。ここにどうやら今資金がちょっとずつ流れてきているみたいです。かなりここハイテクの女王というかこのアークはなんていうかな、イノベーションが高い企業中心ねやってたので、まあ当然すごく今年の1月から下落をしてきてハイテク銘柄とかまあ、ひどく下がってきたので大丈夫かなっていう話はあったんですけど、まあそこに少しずつ資金が戻ってきてるっていう動きもあるようです。はい。で、まあちょっとここではアークの話はちょっと難しいかもしれないですけど、インフレの後退は長くて8月までだろう。9月には再びインフレの相場が争点となるという警戒する人もいるということになりますね。そうですね。あとはまた、中間選挙のこともあると思いますので、11月に、中間選挙をするときに、やっぱりずるいですけど、その政治と経済って両輪というか、経済がいいと、やっぱ支持率とかも変わってくるので、そのインフレの抑制をどうするかっていうのを9月、10月あたりでは、
考えてくるかもしれませんよね。はい。インフレを抑制する何かも出てくるかもしれませんし。はい。ちょっと飲みますね。うん。で、こちらに書いてあることが、そのポイントが、エネルギーの価格が落ち着くなら、ナスダックは13,000まで戻すのではないかという可能性もあると。今、11,500ですよね。13,000っていうと、だいぶ、どこだ？ナスダックの13,000は、あれ？あそこ。2月のウクライナの侵攻のとこぐらいですね。あそこまで戻るんかわかんないですけど。SP500 は、4,000ドルかな。もうすごい、4,000あたりすごい抵抗ラインがあるので、そこを戻してこれば、まあね、いいんですけどね。とにかく4,000とこが結構きつい。SP500 は。うん、ここずっと今年は、はい、と思ってます。それで、この決算のネットフリックス、テスラ、アップルに関心がみんなあるようです。はい。これ何かというとですね、まあ今日もお話しますけど、最初にネットフリックスが明日、決算があります。だからこの相場5時に開けて、朝6時ぐらいかなに決算発表あります。まず、ここですよね。はい。で、なぜかっていうと、ハイテク銘柄の一番先頭を切っているのが毎回ネットフリックスなんですね。もう前回とか前々回とか皆さん覚えてますか？はい。また後でちょっとネットフリックスの話はしますけども。で、ネットフリックスがあって、それから明日、明けてテスラが木曜日か、に決算が来ます。テスラも、影響力がありますのでね。はい、大きいです。まあ、正直言って、今回の、この決算があんまり失敗しなかった場合、ネットフリックス、テスラ、アップル、それから、まあ、ガーフォンですね。アルファベット、マイクロソフト、メタ。正直言ってこの、7月の26、27、28。もうここが、アメリカの一つの、なんていうのかな、ナスダックでいう、そこを、なんていうの？底堅い動きというか、するかどうかっていうポイントではないかなと思います。だから、まあ来週末、28日って来週じゃねえか。もっと先か。木曜日か、来週末でいいのか。が、アメリカの株の、まあ一つポイントになると思います。ちょうどインフレと合わせて。インフレの、やっぱ懸念とかが4月、前回のその決算の時には、インフレの懸念がすごいあったので、もう株価のその決算動向より、もうインフレがっていうことで、いくら決算がいい？確か、前回、マイクロソフトとアルファベットとかは、決算悪くなかったんですよ。アップルも。はい。テスラも。だけど、もうインフレの関係で全然目立たなくて、はい。下がってきちゃったんですよね。はい。で、また、ハイテク銘柄のね、テラダインとかね、ラムリサーチ、AMD とかね、このあたりとかも注目だと思います。とにかく、ハイテク銘柄が、こけてないかどうかっていうのは、この注目あると思います。はい。それでですね、あと、ネットフリックスのことについて、ちょっとお話をしたいと思います。さて、ネットフリックスはですね、明日あるわけなんですけども、この、アメリカの決算って、もうご存知だと思うんですけど、年に4回。このネットフリックスは1月。20日ぐらいだったかな。で、4月の20日ぐらい。で、今回の7月19日。ということで、この過去1月と4月は、
もう偉いことでしたよね。ちょっとチャートだけ紹介しますか。もう皆さんも多分、僕はね、ちょっと痛い思いもネットフリックスでしているので、すごく印象が。はい。これちょっとお見せするか。ネットフリックスの週足をちょっとお見せします。わかりやすいですよね、ネットフリックス週足で見ると。わかりますかね？ネットフリックスの週足でこの1月の決算。ここですね。もう赤い大陰線をつけてますね、ここで。これ決算ですね。この時にも何パーやられたんだ？ 20% やられてたんじゃない？いいですか？あれ？ちょっと指標が見えないな。ごめんなさいね。これか。24%。1月の決算で。それから4月がこれですね。36%。すごいです。36も下がったのか。ここ、ネットフリックスをここで買った人でさえも、確かこの決算でやられて、お衣装になってる方もいましたよね。確か。有名な方で。ちょっと名前、アメリカの方出てこなかったですけど、やられた方いましたよね。こういう状態です。この決算で。これのインパクトが強くって、はい。で、今回ですよね。今回になります。はい。で、このポイントは、決算は、ネットフリックスの場合って、やっぱ会員者の減少、ネットフリックスの有料会員の減少がポイントになると思いますね。はい。このポイントになる数字は200万人。すべてはそれ次第ということになっています。なので、今日この6時から、決算があるんですけど、この会員数が、有料会員がネットフリックスの200万人を上回ってるか下回ってるかで、そこなのか、まあ、やっぱダメかといくかどうかですね。はい。ということになります。で、ここで、また、20% なんか下げたものなら、なんだもうハイテクちょっとまずいのかっていう空気になっちゃうんですよね。はい。やっぱり、皆さんもそうだと思うんですけど、株を買うときとかって、正確な数字よりもやっぱりこう、皆さん予想するので、この先行指数になるネットフリックスが落ちるとですね、これは他のハイテクもまずいぞっていう気持ちになるんですよ。なので、ここがポイントだっていうのが、まず一つが、ハイテク銘柄、しかも、なんていうか、割と、若い銘柄、あと巣ごもり、コロナのね、巣ごもり商品というか、だったので、この2年間でぐーっと上げてきた株が、まだ下がるのかっていうことになってくると、この影響は、特にそのハイテク銘柄は大きいと思いますね。まあ、大型株は、多少それでも決算も良くても、こんなにポーンと下がってくることはないかもしれないですけどね。はい。ということで、ネットフリックスの、この会員者数っていうのを注目していきましょうということになります。ここがまあポイントになりますね。はい。どうもお疲れさんです。川端さん、どうも。川端さんまたごめんなさい。今日から、なんですよ。1時間ぐらいにしようかって話を皆さんでして、12時ぐらいで終わるような形になってしまって、ほんとごめんなさいね。なんかこんな風に言うのもあれですけど、ほんといつも来てくださってあれなのに、ライブを、まあ1時間ぐらいで終わろうかっていう話をしてて、本当にすいません。なんか、はい。はい。なんか僕もいつも最初の方雑談もちょっと少なくしなきゃいけないですよね。はい。ちょっと、本当に、来てくださって本当に嬉しいんですけど、本当にすいませんね。
はい。また決算の流れとかもね、またよかったら録画の方でね、聞いてくださると嬉しいです。はい。はい。それでですね、この、あと残り時間で、これからのゲームプランじゃないですけど、ちょっとこれをね、お話ししていきたいと思います。チャートの方で僕はお見せしようかなと思います。はい。じゃあこの週足でちょっと見ていきましょうか。週足で見ていきましょう。ここですね。明日ですね。さあ、ここからいきますね。週足で見ていきますよ。アップル、7月の25になってますので、アップルは、ここで過去2回見ていくと、1月の決算は良かったです。週足は陰線です。陽線です。上がってますね。これね。4月は決算良かったです。でも下がってます。で、今回ですね。はい。次行きますよ。アマゾン。アマゾンが、7月25日ですね。アマゾンは、前々回の1月は良かったです。ただ、4月が悪くって、ズドーンと落としました。で、今回になります。はい。次、メタ。メタが、7月25日になります。はい。メタは皆さんも記憶新しいか知らないですけど、1月。めちゃくちゃ落としました。ズドーンとこうみんなやられましたね。21% 決算で落としました。4月は持ち直しました。はい。4月は、ちょっと上がりました。で、今回になります。アリババ。アリババは、8月15日のちょっと先です。2月ですね。は落としました。週足ですのでね。アリババずっと下がってきてますけど、最近はちょっとボトムになってきてるんじゃないのって話は出てます。5月はこんな感じですね。次、ツイッター。ツイッターですけども、7月18日、あれ近いぞ。今日かネットフリックスと一緒かな。もしかしたら、今日かもしんない。今日開けてかもしれないですね。出てないよな。出てませんよね、まだこれは。はい。前回が、決算がダメで、ツイッターはね、ずっと、良くなかったです。なので、確かジャック同士が変わるっていうことになって、今、それでここ上がってますけど、確か、イーロン・マスクが買うか買わないかっていう騒動になった時ですよね、ここ。で、決算の時にはそういう話もあって、ちょっと、まあ、下がってますけどね。そんなに影響がなかった。で、今回という形になります。ネットリック飛ばしますね。マイクロソフトです。マイクロソフトが、7月25日。なので、大型株の、決算が来週末になるので、来週木曜日と土曜日はもしかすると結構決算の話していこうかなと思います。4月、1月、ともに決算も良かった。マイクロソフトは良かったです、確か。はい。2回とも前回も良かったです。半導体、NVIDIA です。NVIDIA だいぶ先ですね。8月22日です。前回はこけた。NVIDIA 決算悪くないわ。決算悪くないけど、これ地合いにやられた感じですね。利上げでやられてますね。決算ともに、良かったです。はい。ちょっと AMD とか見てみますね。半導体の AMD です。8月1日決算です。5月の決算も良かったですね。1月の決算も、全然ここもいいですね。ここも完全決算は良かったけど、金利というかで、こう、下落トレンドになってしまっているということですね。ちょっとこれパッパーっとだけ見て、クアルコンも見ていいです？クアルコンも決算がいい。半導体は決算いいですね。ここはなんだっけ。ピアードマテリアーズだったっけ。ここもいいですね。
これちょっとこけてますね。前回。やっぱハイテクが気になりますね。ここも、テキサスインストゥルメントっていうとこですね。ちょっとこけちゃう時もありますね。ただ、最近やっぱハイテクが、業績が悪いわけではないですね。ここも、なんだっけ。中国はリセッション終わったと。そうですね。中国は、今、ただちょっと、どさくさ紛れですけど、ロックダウンしてるとこがあるので、それでちょっとうろうろしてるんですけど、もしかしたら、ロックダウン明け、ブレイクというかする可能性もありますね、中国は。なので、アメリカはこの決算で一回、底堅い動きをするかどうかがポイントだなと思います。なるほど。今ちょっとそのきっかけになるハイテクのね、決算をちょっと確認しています。テラダインも、そうですね。決算悪くないですね。悪くないですね。はい。あとちょっとだけね。気になるところが、マクドナルド、ちょっとダウ銘柄見ていいですか？ダウ銘柄の決算7月25日、マクドナルドが、前回が成功。変わらずですね。前々回も、前々回マックはミスしてるなぁ。で、ちょっと下げてるんだ。こうなっちゃってるんですね。マクドナルド。はい。でもやっぱあれか。注目するところは、ハイテク銘柄ですよね、きっと。この IBM の今日の 6.86 は気になるなぁ。はい。銀行系はちょっと終わってましたね。ゴールドマンサックスとかも、終わってますね。金融系は良かったみたいですね。はい。ゴールドマンサックスと、あとシティグループも終わりましたね。良かったですね。いいですね。はい。金融系いつも早いですからね。金融系が来て、ハイテクがこう、来るみたいな。で、日用品とかが8月とか遅い時に来ますんで、決算が順番は、はい。金融来て、ハイテク来て、で、8月に入ってきてちょこちょこ日用品とかがね、来てる。そんな動きをしてますね。ということで、カレンダーもあったんですけど、一応最後ここバッと言って終わりますね。ネットフリックスが今日で Mac で、ハイテクが中心で7月の終わりぐらいにずーっとありますと。で、あと、ごめんなさい。これをファンダメンタルこれ出すか。出るかな？アドバンストビューっていうのを出すとカレンダーが出るので、わかりやすいんですけど、ちょっとインターネットが、ダメかも。出たか。あとがですね、注目するところはコカ・コーラが26日、ファイザーが28日、エクソンモービルは29日、インテル28日。やっぱ26、27、28がもうポイントですね。はい。あと最後に、3番とこみたいです。あれ？すいません。ちょっと、これだけで終わりますね。26、27、28はお祭りですね。7月の。あれ、今日遅延してません？大丈夫ですか？すっごい遅いんですけど、これ。なんか、スクロールしている文字もカタカタしてますね。すいません。これだけ。いや、もうほんと、光ファイバーに変えた方がいいんだよな、きっと。ここは、シェブロンが29日か。やっぱ、そうですね。26、27、28がもういっぱいですね。大型株の。ここで、わかりますね。はい。ということになりますね。はい。
ということで、来週は多分、決算の話をしたりとかできると思います。で、あさってとかは、決算はそんなにたくさんあるわけじゃないので、別のね、こととか、FX のこととかもやれたらいいなと思います。あ、そうそう。経済指標についてとかもちょっと話をしたい。トレードをするときに、どの経済指標が重要なのかっていうことも、また話せれたらいいなと思っております。もう一回僕やったかもしれないですけど、ちょっとね、いい動画を、YouTuber さんを見つけたので、特にね、アメリカの株だけじゃなくて、コモディティとか、まあ FX とかで、大事なその指標とは何かっていうのを、一緒にね、学んでいけたらなと思います。やっぱりこの、経済指標と決算とやっぱ合わせてこう見ていくことでね、今後の長期も短期もなんていうのかな、株のね、占うこともできるんではないかなと思っております。はい。じゃあまた木曜日ね、11時から、行いたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい。すいません。いろいろありがとうございます。またちょっとね、1時間ぐらいでなんとか終わるような形になってきますね。11時からもう行っちゃってもいいから、12時で、生放送ね、やっていきたいと思いますので、お願いいたします。はい。それじゃあどうも、今日はありがとうございました。また木曜日お会いしましょう。お疲れ様です。失礼いたします。